それではこちら1番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、今の恋を諦めたらどうなっていくのか、新しい出会いはあるのか、諦めたらどうなる、諦めなかったらどうなるという2つの行方を見ていこうと思います。はい、それではこちらからあなた様の現状と好きなお相手の現状をそれぞれ正位置でもらっていきます。このタロットカードはすべて正位置で見ていきます。なかなか進まない恋とか進展しなくてどうしようかなって思っている恋、諦めた方がいいのか、それとも諦めない方がいいのかっていうのを見ていきましょう。まずこちらがあなた様の現状です。はい、お相手の現状を見ていきます。ではめくっていきましょう。まずあなた様の現状を見ていきます。こちらはチャリオット出ていますね。そして今お相手の現状を見ていきます。お相手カップの10出ていますね。今お二人仲がいいような状態なのかなっていうふうに思いますが、少し深掘りしていきましょう。今の恋諦めたらどうなるのかどうか、大抵の方は諦めようかなって思っている方が見ていらっしゃるとは思うんですね。ただいろんな状況の方が見ていらっしゃると思うので、少し深掘りしてもう少し出していきましょう。今このカードの状態だけで見ると、あなた様とお相手が今仲良くやっているのかなっていうふうにも思います。どうかな、ちょっともう一つカード出してみましょうか。お相手の方にカードを少し出していきます。ちょっとね気になるので、このお相手のところにもらっていきましょう。このお相手がこのカードが出ている、じゃああなた様に対しての思いを見ていきましょう。お相手があなた様にどういう思いを抱いているのか、このカップの10の補足みたいな感じで、おっと1枚今激しく飛んできたのがありますね。それがこれ、カップのクイーン。じゃあこうなってくると、やっぱりお二人が仲良くやってるのかなっていうような状況が見えてきます。今あなたと2人でいられてとても落ち着いた関係を築いているとか、幸せだとか、2人でうまく調和取れていて、これから明るい先へ向かってやっていこうっていう風にお相手は考えている。そしてあなたのことをすごく大切にしているし、愛情がすごくありますね。お相手がすごくあなたのことを思ってるんじゃないかなっていうのが伝わってきます。そしてあなた様の方もお相手に向かって進んでいっていますし、これからの2人どうやってやっていこうかなっていうのもちゃんとあなた様が考えているですね。あなた様がすごく積極的に取り組まれているのかなっていう感じがしますね。うまいバランスを取りながら2人でどうやったらこれの先もうまく仲良くやっていけるかなっていうのを考えている。ではどうして諦めようかなって思っているのか、少し気になりますね。ここすごく今順調な感じがするんですよね。あなた様に対する思いもこのカップのクイーンが出ているので、もう間違いなくあなた様に好意があると思うんですね。ではあなた様は、そうですね、諦めようと思っているお気持ちが少しあるとか、迷いがあるっていう感じがするのかな。ただカードを見てる限りだとそういうことはないんですよね。どうかな。そうですね、そしたらあなた様のお気持ち少し深掘りしていきましょうか。ではあなた様がもしかしたら何か不安に思っていることがあるのかもしれない。あなた様が不安に思っていること、お相手に対してどう思っているのか、もう少し心の中を見ていきましょう。はい、これを足していきます。不安に思っていることは何だろう。でもカップのエースですよね。
不安に思ってることないんじゃないかなって思ってますよ。お相手と今新しい関係を築けるとか、2人やっと結ばれたとか、そういうね、とてもね、流れがいいんですよね。すごいこう輝いていて、2人の気持ちが溢れるように流れている。そして虹もかかっていてっていうね、かなりこう順調な感じもするんですね。で、あなた様の心の中をお聞きしても、やっぱりこう始まっていく愛の始まり、これ結構嬉しいカードなんですよね。何か困ってることありませんか？心の中で何か突っかかってるものありませんかっていう風に聞いても、今ね、新しく愛が始まってるのっていう風に聞こえるので、でもうあなたが嬉しくてもうね、スキップしながら前に進んでるような感じがする。では、この選択肢をご覧になっている方、もし諦めようかな、この恋進まないんじゃないかなってもし思っている方がいらっしゃるとするならば、テーマ的にはね、諦めたらどうなるっていうのをテーマにしていますので、あなた様が今このお相手を諦めた時に、お相手の気持ちがどうなっていくのかとか、お二人の流れとか、新しい出会いがあるかっていうのも見ていきますが、このお相手と諦めなかった時の二人の関係の変わり方とか様子も見ていきます。このままいくとね、なんかうまい具合にいくんじゃないかなって思ってますが、カードを見ていきましょう。では今度はこちらのカードで、こちらは制約関係するカードですね。こちらからまず諦めない時のお二人の関係の移り変わり見ていきましょう。どんな風になっていくのか、そしてお相手の気持ちがどう変わっていくのかっていうのも見ていきましょう。まずこれがお二人の流れがどう変わっていくのかっていうことと、あとお相手のお気持ちがどう変わっていくのかっていうのをもらっていきましょう。こちらは制約採用して、これは正位置のみの採用です。おっと、1枚飛んできてますね。でも飛んだから1枚もらいましょうか。ちょっと飛ぶのがちょっと早かったかな。でもね、ペンタクルの10でしょ。お相手かなりなんかあなたとの先のことを考えているとか、もう1枚飛んできたのがこれなんですよね。いや、ちょっと待ってよ、もう少し切りましょうか。いや、なんかこんなにいっぱいもらうつもりではないんですが、少し気になりますので、これももらっていきましょう。で、整えながら見ていくんですが、まずね、めくっていきましょう。まず2人の関係性がどうなっていくのかっていうことですが、こちらがまずデビル出ていますね。正位置です。そしてこちらが1枚ジャスティスの逆位置、そしてこれが1枚ペンタクルスの3が出ています。この3つの流れ、そしてお相手の気持ちの変化ですが、ペンタクルスの10、そしてソードの、6と、これはね正位置で見ていくので、ソードの9が出ていますね。そうですね、ここね、悪魔とジャスティスのジャスティス逆ね。悪魔ね、例えば今こう2人が本当に何て言うんですかね、家族に向かってっていうのかな、平和な地、平和な空、平和な人間関係、お二人の関係が落ち着いて安定して平和的な愛情がそれぞれお互い均等にあってっていう状態が今ね、お相手が感じていることですよ。もちろんあなたも愛の始まりを感じているので、今こう二人の気持ちがつながった状態にあるんですよね。そして今後お相手との流れを見ていくと、かなり問われるところが出てくるかなと思います。ジャスティスがあるので、あと悪魔ですよね。例えば悪魔は、
どちらかがどちらかに依存してしまったりとか、お二人の気持ちだけではなくて、二人の気持ちが盛り上がっていて他が見えなくなってしまったりとか、大丈夫、二人の世界にいてもいいよねっていう気持ちが強まってしまって、他にやらなきゃいけないことがおろそかになってしまったりとか、そういうバランスが崩れていくような感じがこのカードから感じられますね。悪魔ってすごくたくさんいろいろ意味があるんですが、とても心が満足したお互いね、今心が満足して充実感を得ているのに、この後の流れでこの満足感がもっと、愛が欲しいとかね、今十分満たされているんだけど慣れすぎてしまっていて、ちょっとしたことでももっとっていう風に求めてしまったりとか、少し今のねバランスが少し崩れる、例えばお仕事の関係とか体調の問題とかもありますよね。ただこの長い付き合いの中でやっぱりもっとっていうのがやっぱり出てきてしまうんですよね。日々一緒に暮らしていく中で、例えば、慣れっていうのも出てきます。お相手に対する慣れ、お相手がしてくれること、もちろん自分がお相手に愛情を注いでいくこともお相手が慣れてしまったりとか、その慣れから来る、例えばちょっとしたことで少しね足りないなって思ってしまったりとか、もっと欲しいなっていうふうに思ってしまったりとか、2人の気持ち、2人の世界に入りすぎていて他が見えないとか、そういういろんな意味でバランスが取れなくなってくるんですよね。でジャスティス逆でも入ってきているので、ここをちょっとね注意しなきゃいけないんじゃないかなっていうのをこのカード教えてくれています。例えば2人のバランスが崩れ始めてきたりとか、そうですね、気持ちの揺れが出始めたりとか、お二人の気持ちだけではなくて生活リズムが乱れてくるとか、お仕事に支障が出てくるとか、なんかね、お相手がお仕事あるんだけどどうしても会いたいっていう風になっちゃって、お仕事をなんとかねお相手がね一旦置いてあなたのところへ一回向かっていって、で会ってすぐ仕事に戻るとかね、少しね無理をさせてしまうようなところが出てきてしまったりとか、あなた自身もお相手に合わせすぎてしまったりとか、そういう何かねお二人の生活とか気持ちとか、そういうところで何かバランスが取れなくなってきてしまったりもするんですね。例えばそこから生まれる2人の、例えばねその時の価値観のズレだったりとか、その空気感の違いだったりとか、そういうのを感じやすくなってくるかもしれないんですね。でその他にも悪魔ってそれぞれねあなたとお相手の心の中をね誘惑するような存在でもあるんですよ。ちっちゃい悪魔が出てきて、大丈夫、これぐらい行っても大丈夫だよとか、ここ大丈夫だよ、これぐらい行っちゃってもさ、どこどこに出かけてってもお相手に内緒にしても大丈夫だよとか、そういう悪魔のささやきみたいなものが出てきたりもするんですよね。でそこにこの正義のカードがドンと入ってきてるので、でもねこれね逆で入ってきてるから、果たしてそれはあなたとお相手にとってジャスティス、正義なのかどうか、バランスがうまく取れてますかっていう、取れなくなってるんじゃないのっていうのが逆で入ってきてるので、結構強く言ってるんですよね。それは一体どうなのか。例えば周りから見たらお二人の状況ってどうなのとか、あなたが今やろうとしていることはどうなのとか、そういうのを自分自身に問いかけていかなければいけないのかもしれません。今後ですね、今後。ただペンタクルスの3が入ってるから、周りの意見を聞きながらもとか、お相手とお話をよくねじっくりとお話ししながらも、2人で真剣に真面目に向き合っていくこと、向かい合って話をしていくことで、これらは解決されていくと思います。2人で誠実な関係を築いていけるんじゃないかなと思います。ちょっとね誘惑があったりとか、それってどうなのみたいなことでお相手から言われたりとか、逆とかもねあるんですけど、そういうのを乗り越えて2人で見つめ合って話し合うことで解決できますよっていうような流れになっています。そして
お相手の気持ちの変化を見ていきますね。で、これもね、かなりね、極端な感じで出てきてはいるんですが、ペンタクルスの10が出ているので、あなたと今後のことを考えたりとか、ね、これからのことをね、考えていったり、もっと気持ちだけじゃなくて、物質的な面でお互いね、経済的に安定して生活できるような生活を送りたい、2人でね、やっていきたいとか、そういうふうに意識がだんだんね、変わっていくんですね。気持ちもある。そして気持ちだけじゃ足りないところ、ね、立派なお家を建てたいとかね、これから生まれてくる家族のためにとか、そういう家族っていうのが結構入ってきてるんですね。お子さんが入ってきてるので、結構ね、将来のことを考えて、今からね、いろいろ準備していく時なのかなとかね、そういうことを考えているとか、そういうのも考えていると思います。なんかアットホームな関係を築きたいとかね、家族ぐるみで付き合っていきたいとか、そういうのも考えていると思います。そしてソードの6が出ているので、もう例えばあなたとお相手の苦しみだったりとか、例えば2人で一緒に、築き上げていくもの、これから先あなたを守りたい、守るべき存在としてあなたがいて、であなたの気持ち、そして物質的にもあなたをね、豊かにしてあげたいっていう気持ちの他に、そのために、何か抱え込むものもやっぱりありますよね。例えば安定した生活をしたいと思うんだったら、お仕事頑張んなきゃとか、お家を建てるためにローン組まなきゃとか、いろいろありますよね。お互いのご両親に挨拶行こうとか、いろんな計画があって、その中でやっぱりね、ちょっとね、大変な思いしたりとか、何か背負ったりとかもするんですよね。責任ですよね。責任を背負っていくとか、誠実に向き合っていくために、ある程度ね、やっぱり責任感がないと真面目に向き合って2人で進んでいけないので、そういうのもありますよね。そしてお相手があなたと一緒にね、新しいところへ向かっていきたいって言ってるんですよ。次の展開へあなたと進んでいきたいっていうのを考えていますね。そしてソードの9が入っているんですが、これはね、戦ってるんですよ。お相手がもうね、竜ドラゴンと戦っている。で、これはもう自分に打ち勝つってことを言ってるんだと思うんですよね。お相手が例えばあなたと一緒になることで、何かね、こう迷いが出たりとか、迷いっていうわけではないんですが、なんか自分自身で乗り越えなきゃいけないものがあったりとか、自分の中で課題にしているものがあると思うんですね。目標だったりとかで、普通の人だったらそれで例えば打ちひしがれて困ったなとか立ち止まったりとかもするんですが、お相手は負けないんですよ。自分の心とちゃんと戦ってる。多分これね、悪魔もちょっと関係してくるのかな、正義とかね、関係してくるのかなっていう感じもするんですよね。例えばさっきも言ったようなことありましたよね。これらに対してお相手がちゃんと立ち向かっていくような姿勢を示してくれるのかなって思うんですよ。剣を持って立ち向かう、バッサリと自分の中でしっかりと決着をつけるとか、自分自身に打ち勝つとかね、これはもしかしたらお相手にしか見えていない幻のドラゴンかもしれない。だけどお相手の中ではちゃんと対峙するべきもの、向き合っていく自分の中でね、勝つべきもの、倒すべきものなんですね。これをしっかり倒す。そして新しいところへあなたを連れていくっていうのがあります。お相手があなたとのお付き合い、このままの関係を続けていったら、あなたがもしお相手を諦めなければこのような流れになっていきます。お相手結構ね、しっかりとあなたのことを考えてくれるんじゃないかなっていうふうに思います。そしてやっぱりお金もたくさん持ってきてくれるので、もう気持ちだけじゃなくてちゃんとしたものも持ってあなたのところへやってきてくれるっていうことが見えてきますね。ではここ少しね、悪魔とか正義がね、逆で入っていてとかはあるんですが、アドバイスがちゃんと出てきているので、この先見ていきましょう。でそれでもやっぱり諦めようっていう気持ちがまだね、どうしてもね、迷ってますっていう方のために、諦めた時にどうなっていくのか、まずあなた様に出会いがあるのかとか、あなた様のね、ことを見ていきます。そして今ここで見た好きなお相手のお気持ちがどうなるのかっていうのをまず見ましょう。ここもね、制約を採用するカードから、3枚ぐらいですね、カードをもらっていきます。もし諦めたら
あなたはどう変わっていくのか、出会いがあるのか。まず1枚カップのページね、これ逆ですね。逆で出てきましたね。ね、カードからはそんなに感じられないんですが、もしかしたら諦めようっていうふうに思っている方もいると思います。はい、そしたらあなた様の生活に新しい波は吹いてくるのか、起きてくるのか、新しい風が吹くのか。まずカップのページ、そして太陽の逆、そしてこちらが、カップの4の逆ですね。全部逆位置で入ってきてますね。はい、あなた様が今のね、お相手を諦めた時にどうなっていくのか見ていきますね。比べてしまうと、あんまりね、今のね、恋をね、手放さない方がいいのかなとは思います。全体的にそう感じますね。太陽逆で出てきているから、いつものあなたらしさを取り戻すのに少し時間がかかったりとか、これ出会いどんな感じですかっていう風なあなた様の流れ、出会い運とかでも見ているので、あまりね、出会い期待ができなさそうな感じもします。新しい出会いね。ただこのカップの4逆で出ているので、迷いのカードが逆で出てるってことは、あなた様の気持ちがリセットされて、新しい、例えば見方ができたりとか、新しいね、これから頑張っていこう、新しくね、やっていこう、リスタートしようっていうような気持ちにはなるんですね。だけどやっぱり他の2枚見てると、だからといってすぐに素敵な出会いがあるとか、今以上にね、いい恋愛ができるとかっていう風なあなた様の気持ちの変化っていうのはあまりね、すぐには見えてこないかなっていう感じがしますね。ちょっとやっぱり諦めたら諦めたで後悔したりとか、なんで諦めたんだろうなっていう風に思っちゃったりとかね、そういう気持ちが出てきちゃうかなって思うんですよね。で、いかに自分たちの例えば依存する心だったりとかね、お相手に依存する気持ちとか、ちょっと不安になっちゃう、こう愛されているのは分かっているんだけど、でもこうね、なんか一回不安になっちゃうと、この愛されていた日々がすっとね、忘れちゃう時があります。で、それにいかに打ち勝つことができるかですね。もしかしたらお相手がお仕事忙しくなるのかもしれない。あなたとのことに新しい先を望んでいるから、自分と打ち勝つようなこともしなきゃいけないとか、新しいところへあなたを連れていくために船を漕いで剣を担いでいくとか、かなりお相手頑張るんですよね。負担なわけではないんですが、頑張るんですよ。そう、頑張るっていう感じ。そしていかにそこにあなたがうまく対応していけるかっていうところですね。お相手を支えてあげるのかもしれないし、ね、辛そうにしていて、ちょっと一人にしてほしいって言われた時に、私って嫌われてるのかなって勘違いしちゃうかもしれないですよね。誤解しちゃうかもしれない。一人にしてって言われたらって思っちゃうかもしれないんだけど、そこでいかにこうね、自分自身でうまく保っていられるかとか、そういうのも言ってるような気がします。で、本当にね、心の中で突っかかりがあるんだったら、ちゃんとお相手とお話ししようって、でお相手もちゃんと向き合って話をしてくれると思いますよ。で、その諦めた時の方が逆にちょっと落ち込みやすく、あなた自身がね、落ち込みやすくなってしまったりとかするかもしれないですね。カップの4でもこう入ってるから、完全にね、もうね、出会いがないのかって言ったら、出会いはあるにはあるんですね。あとは今ね、このお相手ね、今好きなお相手が、気持ちどういう風に変わるのかっていうのも出していきましょう。もしあなたがお相手の元から離れていったら、お相手はどういう風になるのか、ちょっと待ってくださいね。これはね、正位置で見ていくんですが、ちょっと待ってくださいね。これもね、出ますね、カード。本当は1枚だけにしようと思ってたんですが、ジャンピングで飛んできますね。ペンタクルの6と8ね、ペンタクルスが出てきて、でこれが出てきています。はい、このカードをめくっていく。全部ペンタクルスですね。ペンタクルスのページが入っていますね。
もしあなたがお相手の元を去っていったとするなら、お相手かなりお仕事に身が入らなくなってしまうとか、そうですね、お仕事なんかこう全部ねコインのカードが出てくるから、何が足りなかったんだろうって考えるかもしれないですね。もしかしたらこう気持ちだけではダメだって分かっていたんだけどそれがあなたには届かなかったのかなとか、自分が頑張っていること、何のために頑張っていたのか、あなたには届かなかったのかな、なんでなんだろうな、こんなに頑張ったんだけどっていうような気持ちになるのかもしれない。自分自身で少し立ち止まってしまうかもしれない。頑張り続けてきたんだけど、何のために頑張ってきたのか自分自身でも分からなくなってしまう。だって何のために頑張ってきたかって言ったら、あなたとの今後の生活のために頑張るんですよ。もっと稼がなきゃいけないとかね、もっと安定した土地をね作っていかなきゃいけないとか、自分の中でいろいろ課してたんでしょうね、目標を掲げていたんでしょうね。でなのに去っていってしまった。もっと真面目であるべきだったのかなとか、もっとねいろんな人に優しくするべきだったのかなとか、あなた以外の人にも目を配るべきだったのかな。もしかしたらそれは、例えばねあなたのご両親のことかもしれないし、お友達とかお仕事関係の方かもしれないし、もっといろいろバランスをねうまくやっていけばよかったのかなって、そういうなんかねもっとっていうのがすごい入ってくるんですよね。今カードがすごいね伝わってくるんですけど、お相手の中でまだ自分が足りないものすごくいっぱいあったんじゃないかなっていう気持ちがねすごい入ってくるんですよ。なんかあなたが去っていってしまってすごく辛い悲しい立ち上がれないっていうよりは、なんて言うんだろう、もっと自分がこうだったら違ったんじゃないかっていうね、こう自己反省を、ただね悲しくて泣きくれるような日々じゃなくて、こう原因を突き止めていってるような感じがしますね。そして腕がやっぱり止まってしまっているので、この先ね身が入らない、やっぱり失ってしまったから身が入らなくなってしまったりとか、しばらくやっぱり考えてしまったりとかっていうのがやっぱりあるかな。もっと成長しなきゃいけないのかなとか、そういうことすごく考えて、そして全部お金のカードだから、お金のこととか仕事とかね、仕事ってお金にも直面してるので、直通してるので、お金のことだったりとか、お家建物とかね、お仕事、そういうこととかで足りないものはあったんじゃないかなとか、自分に足りないものはあったんじゃないかな、あれじゃないかな、これじゃないかなっていうね、こう自分の経済力のこととかを結構気にしてる感じがしますね。そしてここあなた様のこの出会い運で見ていくと、確かにねカップの4があるから、なんかこう吹っ切れて新しい出会いを求め出すのかもしれないけど、じゃあ新しい関係をもし求め出したら出会いって本当にあるのとか、今の恋愛、そして今の恋愛を諦めた後の状態を見て、この先ねどういうふうに決めていくのかっていうのは、もちろん決めるのはあなた様自身なんですよ。なのでどっちがいいっていうのは一概的に私の目線から言うことはできないので、あとはもうあなた様がもうどちらにしようかなっていうのを決めていただきたいとは思う。でこの流れを見て、じゃあ新しい出会いあるのかどうか、どんな人なのかっていうのをね少しもらっていきましょう。今ねあまりねお相手にそんなに不満がないように感じるんですよね、あなた様が。飛び出してきますね、カードが。今すごく気持ちで満ち溢れているんだけど、このまま突き進んでいったらなんかこう依存だったりとか、なんて言うんだろうな、気持ちのバランスだったりとか、
仕事のバランスかもしれないし、なんかこう気持ちだけではやっていけないよねみたいな流れにはなっていきそうなんですね、今の状態でいくと。だからちゃんと向き合って話すっていうことがアドバイスとして入ってるんですよ。どんなに忙しくてもちゃんとお相手が話を聞いてくれるし、お相手がしっかりと対応してくれるから、いいと思うんですよね。ただ諦めたら諦めたでこういう流れになるよっていうのもお話ししました。で、出会いでね見ていきたいんですが、ちょっとねこうどうかなっていうのが思うんですよね。こうなんか新しい出会い、ね、の人の特徴で出しているんですが、まず新しい人との出会いをまずあなた自身があまりポジティブに考えられないのかもしれないっていうのがまず入ってきますね。あなた自身がじゃあこの人を諦めたら新しい出会いじゃあ求めたいのって聞かれたら、はっきりとイエスっていう風に言えないんじゃないかなっていう感じが強く出てきますね。ただそれでも新しい出会いどうなんだろうっていう風に見たい方で、もしね新しい出会いのある人の特徴を言うとするなら、そうですね、何人かの出会いはあるんじゃないかなっていう感じがします。何人かね出会いはあるんじゃないかなと。ここにもある通りこうね、はやぶさのカードが出ているので、かなりこう目つきがしっかりした人だったりとか、白黒はっきりするのが好き、つまり好きっていうか白黒はっきりさせることが得意で判断力があるってことですよね。ちゃんと決めることができる人、いい悪いとかこうするああするとかっていうのを決めることができるとか、やっぱりこう動きが早いんですよね。鳥で飛んでいるし、だからこう勇気があって、で羽ばたくことができる、動くね、すぐ動けるとかね、そういうのができる、積極的とかそういうのもありますよね。ただこの方はかなりこう頭脳派な感じがするので、動きが早いんだけどそこにちゃんと知性があってっていうね、頭が良くて賢くて動きが早い、行動力もある、はっきりした人っていう感じがします。特徴としてはやっぱり目が一番入ってくるので、目に特徴がある、目が例えば大きくて鋭いとかね、そういうのがあるかなと思います。あと背が高いとかね、そういうのもあると思います。これは性別関係なく共通して言えるんですが、そういうところかな。多分着るものもかなりはっきりしてるんじゃないかなっていう感じがします。パステル色を着るよりだったら、例えば、モノトーンを着ているとか、そういうのもあるのかなというふうに思います。ただあなた自身がちょっと悩んでるところもやっぱりあるんですよね。出会いに対して最初あまり前向きには考えられないんじゃないかなっていう感じがしますよ。もしこの今の恋を手放して新しい恋へ向かっていきたい、新しい出会いへ向かっていこうっていう風に決断されたのであれば、そうしたんだったら、もうね、もう諦めたんだって、自分は諦めて違う道へ行くんだっていう風に決めたから、あとはもう悩まない、新しい出会いへ向けて今自分ができることを一生懸命やってみる。それね、どうすればね自分が新しい出会いに向かってやっていけるのかとか、今の恋を手放して生活していけるのかとか、そういう打開策をまず見つけていくことがまずアドバイスとしては出ています。そして新しく出会う人ね、何人かいるんですよね。でこちらの方は、この方もね結構ね行動力があって積極的なんですよ。どっちも積極的な方なんですよね。同じ鳥さん、カラスとハヤブサなんですけど、こっちは、動きが速くて頭の回転が速くてとかね、決めた時はこうだって決めたらすぐ動いて解決してくれるような人で、こちらの方は行動力があるんですが、ユーモアもあるんですよね。あと手が器用とかそういうのもあるので、なんかこう面白いことをして周りを楽しませてくれたりとかで、あなたのことを興味持ったと思ったら積極的にアプローチもしてくると思います。おしゃべりも上手で社交的なので、ちょっとタイプは違うんですが、ただどちらも行動的な人っていうのがあります。でこちらの方の方がね華やかなイメージがあるので、赤とかもねすごく入ってますよね。
だからいろいろね、いろんな道具を使ったりとかするのが得意なので、そういういろいろ物を使うような仕事をしているとか、物を扱うようなね仕事している、ナイフだったりとかね、例えば飲食店だったりとか、製造業とかそういうのをしてるかもしれませんよね。で、お花も持ってるからお花を育てるようなお仕事もしてるかもしれない。ただいろんなものを生み出すような人っていうのが入ってきます。職業関係なくね、発想力があるとかユーモアがあるとか、っていうね、このね、いろいろな出会いはありそうですね。ただその出会うまでの間、あなたの気持ちがかなり落ちてしまったりとか、新しい出会いになかなか目を向けられない、そして出会いのチャンスっていうのもそんなすぐにやってこないっていうのはありますね。というふうに見てきました。そしたらこういう風に見てきたんですが、最後にアドバイスカードもらっていきましょう。これでもね、どういう風にね決めていくとかっていうのはやっぱりあなた様次第っていうのがあるので、やっぱりね、ここはね、どう自分が判断していくかとか、やっぱり決めるのが自分自身なので、っていうところはありますね。今のカードの流れを見てどんな風に感じたのかとか、じゃあどういう風にしてみようかなとか、なるほどなるほどとかっていう風に思っていくのか、いやなんかちょっと気になるな、ちょっと違うんじゃないかなっていう方もいらっしゃるかもしれませんよね。で、そのお相手がその考えてることって、好きなお相手がね今考えてることとかってかなりなんかね、経済面のことだったりとか、あなたのことを好きなのは十分あなたに伝えた。で、今度からもっとその先一緒に過ごしていくためにっていう計画をちゃんと考えているからこそ仕事頑張ったりとかっていうのもあるんですよね。で、もちろんその例えばお相手自身の中の不安に思ってることとか、自分自身が乗り越えなければいけないこともちゃんとね、お相手乗り越えようとしてるんですよね。で、諦めるか諦めないかっていう風に今悩んでいる、迷っているあなた様へのメッセージです。はい、では見ていきましょう。ルノルマンカードからはリング、指輪のカードが入っている。そしてこちらはグレートビッグラブ入ってます。25番、26番。なるほど。これはね、もうあなた様がもう今の恋恋をね手放して新しい先へ行くのか、それとも今のね好きなお相手との恋愛を続けていくのか、どちらにしろ今のあなた様へのメッセージです。完璧さを自分自身もしくはお相手に求める必要はありません。で、今ね2人の間ででも多分ね、これね今の恋愛のことを言ってるんじゃないかなっていうのが思うんですが、いやそうか、あなた様へのメッセージとしてお伝えしたいのは、いやこれね今もうすでに大きな愛をあなた様は受け取ってるんじゃないかなっていうことですよね。すごくキラキラしていて魔法のようなこの素敵なね、何色7色もう虹色に輝いているこの綺麗なハートが今このあなたの心の中に存在しているんじゃないんですかって。あまり完璧なハートでいる必要はない。なんか自分自身頑張る必要もないし、変にね気を張って頑張る必要もないし、お相手にもそれを言ってあげたい。ちょっとぐらいね均等なハートじゃなくても2人の間は大きな愛で包まれているので、今そのことをしっかりと受け止めて、そして感じてください。あとは指輪のカードがありますよね。もうこの指輪はどこの指にはめていきますか？もうここには指輪はもうすでにはめられています。で、あなたは今
約束だったりとか、この大きな愛に向けて今2人で何か約束をしたりとか、そういうことを感じたりとか、お話に上がったりとか、そういうこと実際にある、もしくはこれから出てくるんじゃないのかなっていうふうに感じます。もしこれをね諦めようって思っている方であったとしても、この先あなたのテーマとして入ってくるのかなっていうのが思います。もうなんかねこれね、ソウルメイトっていうのが入ってくるので、今恋愛している好きなお相手があなたにとってのソウルメイトなのかもしれないし、これから出会う人でソウルメイトと出会えるのかもしれない。ただこのカードはもうすべて今ね、この愛がもうすでに始まってるんだよってことを言っているので、この出会いの流れを見る限りだとすぐに出会いがないかもしれないっていうことをさっきお伝えしたので、そうだとするんだったら今この恋愛について大きく言ってるんじゃないかなっていうふうに思うんですね。ここにも愛の始まりのカードが入っているからです。今のお相手との間にあなたはお相手とのね波長が今とても合っているんですよね。そしてあなたはお相手だけではなくて、あなたの人生、そして仕事とか生活とかいろんなことをあなたは、気持ちを注いで生きています。ただこの大きな愛に、あなたが今招かれていて、そしてあなた様がそれを受け止める時がやってきてるんだよってことも言っているので、かなりこれねすごく強くていい流れなんじゃないかなって思うんですよね。確かに苦しいこととかもあるかもしれないんですが、でもねそれに比べたらこれかなりこう打ち消してくれるような、それぐらい強い組み合わせでやってきてくれている。情熱的になっても大丈夫だよって、困ったこととかになったら一回立ち止まって誰かに相談したりとか、客観的に自分たちの様子を見てみるってことは必要ですが2人がうまくいってるなっていう風に感じるときは、もうねこう大きな愛に包まれてるってことをあなた自身が感じてください。でもし不安であればもうお相手と約束してしまいましょうね。こっちも自分からもう約束しちゃいましょう。将来のことについてお相手かなり考えてくれてると思うので、そういう話お相手の方から言ってこなくて、お相手が心の中で考えてるだけかもしれない。でもお相手のね様子見ながらっていうのもあります。お相手が乗り越えるべきものがここに出てきているので、今ちょうど戦っている最中にあなたがね約束してみたいなこと言ってきてもお相手対応できないかもしれない。だからこのドラゴンを倒しきるまでは待つことも必要なのかもしれませんが、今戦ってるのどうなのみたいなことを軽く探り入れるぐらいはできるかもしれませんね。でお相手も結構寛大な方なので、あなたの不安とかになるぐらいだったら自分のことを話してくれたりとか、そういうのもしてくれるかもしれないですし、まずはお話ししてみないと何事もねわからないし、伝わらないし、伝えようがないし、決めようがないってことも言ってるんですよね。せっかくの2人の大きな愛、ソウルメイトでつながっているこの縁とかね、そういうものを決して見失わないように2人で常に話し合いながら、常にというか、必要な時に必要なところで必要な分だけ話し合いながらうまく2人でやっていこうっていうのがアドバイスとして入っています。だからねこうやって見ていくとね、じゃあこの恋諦めるか諦めないかっていうのはどっちがいいんだいっていうね筋肉的なことを聞いてしまうこともありますが、でもそれは最終的にはねあなた様が決めていただきたいと思います。そしてこちらのあなた様がお選びいただいたこのカードからもメッセージをもらっています。これは実は私が作ったカードなんですが、実はねこの後ろにね私がもうこの絵を描く時からテーマとして決めていたものがあって、それがね、ここに実は書いているんですが、待つ迎えることっていうのがあります。そうあなたに、最後にお届けしたいメッセージとして待つこと、そして迎え入れること
っていうのがあります。なんかね、迎え入れるってさっきも使ったような気がするんですね。いかにこの愛をあなた自身が受け入れる、迎え入れていくのかとか、お相手の様子を受け入れていくとか、2人のバランスをうまく保つためにどういう気持ちで迎え入れていくのかとか、そういうのがテーマになるのかなっていうふうに思います。そして待つところは待つっていう感じですね。楽しみに待ってほしいっていうのが私の気持ちとしてあるんですね。その大きな愛を受け取るまでに楽しみに待っていてほしいとか、大切にね、お互いのことを思い合いながら待っていてほしいっていうのもあります。多分ね、少しお相手が解決するまでに時間がちょっとだけかかるかもしれません。気持ちが通じ合うんだけど、安定した生活とかお相手自身が自分に打ち勝つために多少時間がかかるかもしれないんですね。それまで待っててあげてくださいねっていうのをメッセージとしてもらいました。ただ今2つの道を見ていったので、どちらを選ぶのかはあなた様次第ということになります。以上、こちらが1番をお選びいただいた方のリーディングとなります。今回は今の恋を諦めたらどうなっていくのか、そういうものを見てきました。新しい出会いがあるのかとか、諦めなかったらどうなるのかっていう2つの恋の行方を見ていきました。どうぞこちらも参考にしてください。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いできるのを楽しみにしています。最後までご覧いただきありがとうございました。それではこちら2番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。失礼しました。ゴミが。今回のテーマは、今の恋を諦めたらどうなっていくのか、新しい出会いはあるのか、そして今好きなお相手はどういう風に気持ちが変わっていくのかという2つの恋の行方について見ていこうと思います。ではまずお相手の現状、そしてあなた様の現状をこちらのカードから見ていきます。こちらは正位置で採用していきます。今お二人がどんな気持ちを抱えているのかとか、どんな現状にいるのかっていうのを見ていきます。まずあなた様の方からですね。でその後にお相手を1枚出します。はい、では見ていきましょう。まずあなた様の今の現状です。ペンタクルスの7、そしてお相手の今の現状が女教皇さん、女教皇ですね。かなり大きな存在。あなた様にとってお相手ってすごく大きな存在だし、やっぱりすごい好きっていう気持ちが分かりますね。あなたの方がお相手に片思いをしているんじゃないかって、まるでね、カップルの方でも自分の方の愛が強いんじゃないかっていう風に感じているんじゃないかなっていう感じがします。お相手に何もかも見透かされているような気持ちにもなるし、お相手まっすぐとあなた様のことを見ているので、この方の前でだと背筋がピンとなるっていうか、嘘をつけないとか下手なことできないなっていう風に感じていることもあります。でもあなた様がずっと思いをこのお相手に向けて育んでいるっていう感じがしますね。片思いの方であったらもうずっとね、好きな期間が長いんですとか、好きな思いが毎日毎日どんどんね重なってきてますって、会いたい気持ちが募ってますっていう感じがすごい伝わってきます。ただそれと同時に、やっぱりこの恋って実らないんじゃないかなとか、なんかどこかで諦めた方がいいのかなっていう、なんていうの、境界線っていうのかな、なんかここまでっていうラインを今自分の中で引くか引かないかっていうのを少し考えている、ちょっとね頭の中にふわっと思っているところはあるんじゃないかなっていう感じがします。片思いで見ている方であれば、すごくお相手のことを好きで惹かれるんだけど、でも
届かないんじゃないかな、自分の気持ちがとか、2人付き合えるところまでいけるかなとか、先の関係進めるかなとか、お相手がちょっぴりだけね、たまに何を考えてるかつかめないところがある、つかみようがないところがあるっていうのかな、そういうところも感じている。魅力と同時にたまにね、お相手の考えてることがわからなくなってしまって、ちょっと不安っていうところも少しね感じますね。でも一生懸命ね、この方のことをね好きだっていう風に思いを募らせてきたんだろうなっていうのが伝わってきます。もうね、すごく好きだっていうのが入ってきますね。でもなんだろうな、思うだけ思ってっていうところがある。どうやって動いていったらいいかわからないとか、どう行動してどうアタックしていいかわからないっていう感じもあります。で、お相手の現状ですね。お相手の現状も見ていきますね。とてもあなたと付き合いが長いのかな。知り合ってから長いとか、仲良くなってすごく深い仲良し度だったりとか、お付き合いしていなくても友達としても親友レベルに仲がいいとか、お互いの気持ちを話し合ってる、本音で悩みを相談したりとか、2人で結構語り合ったりとかできるような存在としてあなたのことを見ていると思います。なんかね、気づいてるんじゃないかなっていう感じがします。あなたの思いに。お付き合いされてる方でね、見ている方であっても同じように当てはめてほしいと思いますが、あなたの気持ちがすごくね、自分の方を向いているってことをすごく分かっている。っていう感じがしますね。なんかね、お相手にそうあなたの方がこの人にはかなわないなっていう風に感じる瞬間とかもあるんじゃないかなっていう風に感じます。でもなんかね、美しい人なんですね、お相手がね。心とかもね、考えてることとかも卓越してるんじゃないかなっていう感じが見受けられます。では、今のこの2人の現状を見ていったんですが、どちらかというとね、あなたの方がなんかお相手に対する愛が強いというか、もう会いたくてたまらないっていうような感じがしますね。で、またさっき言ったみたいな感じです。では、今の状態でもし諦めなかった場合、2人の関係性がどういう風に変わっていくのか、またお相手の気持ちはどう変わるのかっていうのを見ていきましょう。それはこちらのカード、こちらは制逆を採用して見ていきます。お相手とあなたがどういう風に変わっていくのか。なんか飛んでいった2人がこの恋愛を進めていくなら、もし片思いで見てる方でちょっとね、どっかのタイミングで諦めた方がいいんじゃないかなってふわって感じてる方もいるんじゃないかなって気がするんですよ。で、そういう方のためにもアドバイスとして多分カードが出してくれると思うので、何枚か出していきましょう。まずこれね、こうか、この向きで出していって、はい、この向きで出していきます。そしてあとはお相手の気持ちの変化を見ていきましょう。もしこのまま諦めずにあなたが積極的にアプローチをした場合、このカードは正位置で採用していきます。もらっていきましょう。こうですね。ではまず2人の流れがどう変わっていくのか。ペンタクルスのキング逆位置、そしてカップの9の逆位置、そして、カップのクイーンの逆位置、そしてお相手の気持ちの変化ですが、ソードの7でしょ。でこれがペンタクルの10、これでも全部正位置にするので正位置にして、そしてデビルですね。2人がねもつれ合ってますね。まず
お二人の関係性の流れの変化について、ここねすごくね分かりやすく出たかなっていう感じもしますね。なかなか安定しないし、お相手があなたに求めるものがなんかもしかしたらあなたとそのお相手がね求める理想像が少しズレがあるのかもしれないですね。それをあなたが感じてしまうような出来事があるような気がします。そしてこれはね、カップの9、これは、願望成就のカード、ウィッシュカードの一つなんですけど、願いが叶うカードが逆で入ってきてるので、思ってもなかなかね難しいんじゃないかっていうようなカードが入ってるんですね。諦めようっていう気持ちに傾いてしまったりとか、少しこういうね違い、お相手の求めているものと自分のもの、追い求めているものが合致しないっていうことに気づいて、ちょっとがっかりしてしまったりとか、ショックを受けてしまったりとかっていうところがちょっとあるかな。お互いっていう感じがするんですよね、関係性として見てるので。そしてカップのクイーンなので、2人の気持ちの波長がなかなか合わないとか、ちょっとねやきもちを焼いてしまったりとかね、どちらかがというか、あなた様の方なんでしょうが、好きなお相手に対して嫉妬してしまったりとかっていうような流れになっていくのかなっていう感じも受け取られますね。もしかしたら、叶わないんじゃないかなってふわって思っていたのが、ちょっとリアルに感じ始めてきてしまうとか、っていうところも入ってきますね。そしてお相手の気持ちの変化を見ていきますね。この恋愛をもし進めていくとするなら、お相手がどのようになっていくのか、気持ちが変わっていくのか、少しねお相手らしくない感じが出てくるかなっていう感じがするんですよね。お相手の現状でしょ。今のお相手からちょっとね違う一面が見えるのかなっていう感じがします。人間だからね、あなたに見せてる顔とか人に見せる顔がその人の持ってるもの全てではないので、例えばね家族に見せる自分とお友達に見せる自分が違うかのように、なんかこう人付き合い、表面の自分と内面の自分っていうのがそれぞれ皆さんあるかのように、このお相手もやっぱりね出てくるんですよね。どっちかっていうとこの関係を進めていくと、お相手の内面の部分が結構出てくるのかなっていう感じがしますね。でもしかもなんかねなんかそうですね、ちょっとどうかなっていう感じもするんですよね。なんかねちょっとずるいかな、お相手ずるいなっていうふうに思うんですよね。とてもね魅力的だから、なかなかあなたもね好きだから、お相手にちょっとねあなたをね甘えさせてくれるっていうのかなっていうような関係になると、ついついね甘えちゃうんですよね。その好きっていう気持ちが出ちゃって、諦めようかなって思ってたけど、なかなかねなんかねうまいんですよね、お相手が。賢い人っていう感じがすごく入ってくる。賢い、考えてやってるのか、それとも本能的にやってるのか、どっちかなっていう感じもするんですけど、駆け引きを楽しんでいるっていう感じがしますよね。あなたとのなんていうのかな、このあなたがね自分に依存してくれるこの状況が楽しいとかね、ちょっといたずらしてみようとかね、例えば返信をね何日か置いてみようとか、そういういたずら心みたいなのが入ってくるんですよね。でここねちょっとね絡み合うね2人がいるので、恋人たちがいるので、ちょっとこういう一面も出てくるのかなっていう感じがするんですよ。でいろんな悪魔の後ろに、中にはね笑っているようなカードもあるんですね。この2人を見ていて嘲笑うかのような怪物たちも出てきているので、
うん、あなたとのこの快楽に溺れたい気持ちもあるし、もうあなたが自分に好意があるっていうことを知ってて、それを、知っててこうどこかね恋の駆け引きを楽しんだりとかしているようなところもあるんじゃないかなっていう感じもします。ただね、その一方でそういう一面もありつつ、あなたとのこともちゃんと考えてもいる一面もあるんですよね。そういうところもあなたは見るんですよ。だからお相手に何て言うのかな、分かりやすく言うと、ちょっと言葉が悪いかもしれないけど、振り回されちゃう、恋に振り回されちゃうような気持ちにもなるんだけど、それだけじゃないんだよなっていう風な気持ちにもなるから、困惑してしまったりとか、諦めたいけど諦められないとか、やめた方がいいんじゃないって周りから言われても、分かっててもなかなかやめられないとか抜け出せないとか、そんなような状況になりそうな気がするんですよね。こうお相手があなたの甘いところも味わいたいっていう風に思ってる、あなたの優しさを受け取りたいっていう風にも思ってる。だけどお相手このままだとやっぱり良くないよねっていうのが、多分お相手じゃなくて周りから言われたりとか、何かねあってお相手がそれに気づくようなことになるかもしれないですね。で結局ここにねお子さん一人だけ残ってコインを持って見つめていて、ワンちゃんと一緒に残ってるけど他の人は去っていってしまってるので、手に残るものは1枚あるんだけど、これ気持ちじゃないんだよなっていう風に感じるのかもしれないですよね。気持ちを表すカードってこういうカップのカードなんですよね。気持ちがこのカップに入っているんです、本当は。でもこれが全部逆さまになってるってことは、この気持ちがこのカップの中からこぼれ落ちていってしまうような、関係がこの先あるんじゃないかなっていうふうにカードが言っていますが、逆に、気持ちじゃなくて目に見えるもの、手に触れて形として分かるようなものだけが残るような気もします。気づいたらね、このお金だけ持っていたとかね、お金、分かりやすく言いますけど、何か形になるようなものだけ持っていて、快楽に溺れてしまうお相手がねとかね、少しね今の状況を楽しんだりとかね、恋の駆け引きですよね、ちょっと楽しんだりとかして、あなたの気持ちを知っているからこそ、なんていうのかな、こうねちょっとじらしてみようかなとか、そういう風な気持ちになっていくのかなって。だけど本当はなんかね、周りの人がねどんどんね違うところへ行ってってるから、ちょっと寂しいような気持ちも、お相手の気持ち、子供だから自分の昔の気持ち、心の中の自分が本当はね欲しいものがあるんだよなっていうのを、この寂しさから出てきているものなのかもしれない。この誰かを振り回してしまったりとか、自分の快楽に溺れてしまったりとか、そういうのがね本当は自分の心の中にあることなのかもしれないなっていうのを、このカードが教えてくれています。ではこちらが今の好きなお相手との、関係性を見ていったんですが、この後もし今の恋を諦めて、そうなった場合に、あなたには新しい出会いがあるのかっていうのと、あとこの今のね好きなお相手が気持ち変わるのかなっていうのも見ていきましょう。そしてもし出会いがあるとするなら、この出会う人の特徴も見ていきましょう。ではまたこちらのカード、制逆採用するカードですが、こちらから、もしこのお相手を諦めて新しい恋に進んだ場合、あなたには新しい出会いがあるのか、出会い運として見ていきましょう。もう1枚、でも1枚横向きで出てきたので、これちょっと、補足的なカードですね。はい、これでもらっていきます。はい、では好きなお相手が、あなたがね諦めてこのお相手の元から去っていくなら、このお相手があなたに対する気持ちってどう変わっていくのか。あなたに対する気持ち、1枚出た。これはね正位置で見ていきます。
もらっていきましょう。まずは出会いですね。これからの出会いはどうなっていくのか。でもペンタクルスのクイーン、クイーンですね。いいですね。そしてこちらがワンドのクイーンの逆位置ね、こっち。そしてソードの4が入ってますね。そして補足でもらうのが忍者のカード。なるほど。これちょっとここに置きますね。これはですね、まず出会い運から見ていきましょう。出会いはあります。あるんですが、まずアドバイスとしてもらっていきましょう。いろいろねカードがね教えてくれています。まず心をねあまりね乱さないでってことを言ってます。もしかしたら今この展開のねこのねリーディングを見ていて、少しなんかモヤモヤしたりとか、嘘そうなのとかショックを受けたりとかした方もいらっしゃるかもしれません。もしねお伝えの仕方が、もし悪かったのならば申し訳ありません。カードがねまず一旦落ち着こうってことを言っていて、で今あなた自身の現状で会いたい気持ちが募っているけど、なかなかお相手の本心が見えづらかったりとか、あとお相手がこう自分にとってはねすごく大きな存在で、なんとかして、付き合えたらいいなって思ってるけど、もしかしたら叶わないかもしれない。であとはこれからの出会いに胸が弾むような出会いがあったりとかもあるんですよね。出会いすごくあるんですよ。で出会った相手に対して焦りすぎないことっていうのもアドバイスとして入っています。今気持ちを落ち着けること、そして出会いがあった先に新しい相手に対して急な愛を求めすぎないこととかね、こう出会って一目惚れしてうわーってなって、じゃあもうすぐに付き合いたいとか、もうね過去の恋を手放してもう今度こそ幸せになりたいんだとか、そういう焦りとかが生まれやすくなりそうなんですね。なのでその焦りっていうのをまず、一呼吸置いて、一呼吸置いていこうって、大丈夫だよって、出会いすごくたくさんあるからっていうのも言っています。でまずね多分今の恋を手放すこととか、その現実を受け入れていくこと、この先起きることとかでこう受け入れることっていうのがすごくテーマになってくるのかなっていう感じがします。かなり受け入れがたいこともあるかもしれないし、自分の中に閉じこもってしまって考え込むような時期もやってくるかもしれません。なかなか新しい出会いがあるとはいえ、それに向かって前向きに考えられなかったりとかもするかもしれない。だけど自分の中で考えてみることっていうのがすごくねアドバイスとして入ってきているんですよね。本当に、自分にとって大事なものって何だったんだろうとか、この恋愛を振り返ってみて、でもっと客観的に考えると、自分の好きっていうこのね物差しだけでは測りきれなかったようなところが見えてくるかもしれないよって。新しい出会いに行く前に自分自身の例えば、積み上げてきたこの気持ちの中に何が入っていたのかなとか、お相手が今まであなたにしてくれたことって何があったのかなとか、そういうのを冷静に考えていく時間がまず必要だよってことを伝えてくれています。ゆっくり休んでも大丈夫。そしてね、なんかね神様にお祈りとかねって思うかもしれないんですが、心の中でねもう神様仏様みたいな感じでこう祈っても大丈夫、それぐらいの気持ち、祈る気持ちみたいな感じで休んでいっても大丈夫だよってことも言っています。まずは一回休みながら、そして自分自身の考えながら振り返るんですよね。自分の歩いてきた道を振り返る。そして今までこう経験したこの恋愛、今回のこの恋愛諦めた場合ですよ。でこの諦めた場合はこの恋愛についてのことを考えてみて、何が足りなかったんだろうとか、
お相手って実際どういう人だったんだろうとか、時間を置いて見た時のお相手がもしかしたら印象変わってるかもしれないから。そして無理はしないでって、焦る必要ないんだよってことを言ってます。出会いがあるからね、なんか早く忘れたいとか早く次の恋に行きたいって焦るかもしれない。だけどその焦りがあると、今このあなた自身が振り返る時間が必要なのに、それをしないまま次に行ってしまうと、考えてうまく気持ちの整理がつかなかったりとか、次からこうしようっていう、例えば解決策とかね、打開策とかが見つからないまま次に行ってしまいそうな感じもするので、まずゆっくり休んで、そして気持ちを落ち着かせていこうっていうのを言っています。で、出会いはあります。とても豊かな出会いで、この人と会うと自分の気持ち、この人と新しい人ね、新しい人と出会うと自分の気持ちが色づいてくる。なんかね、こう暗い色だった自分の気持ちがだんだん明るくなってくるっていうような感じがするんですよね。落ち込んでいる自分に新しい出会いがあった。で、自分の心がどんどん豊かになっていくっていう。そしてその方とは安定した絆とか、お付き合いができるとかね、そういうなんか充実した気持ちとか生活ができるっていうような出会いですね。ただ焦りは禁物ですよってことを言っています。で、出会いがあるっていう可能性がすごくありますが、お相手の気持ちどうなっていくのか、これは全部聖地で見ていきます。あなたが離れていった場合のお相手の気持ち、ペンタクルスの、9が出てきているのと、月のカードですね。ちょっとね、悩むかなっていう感じはしますね。あなたが去っていったことで、なんかこう、もともとなんかね、不安定な方なのかなっていうイメージがあるんですね、このお相手ね。なんかね、本当は寂しがり屋なんだけど表に素直に出せないとか、だからこそ魅力的って思っちゃうんでしょうね。多分そういうところが魅力だなってあなたが考えているんだと思います。あとは誰にも言っていないけど、本当は自分の中で心の中にね、わだかまりを感じてるとか、コンプレックスを感じてるとか、だけど絶対それを人に見せないようにしている。常にかっこいい自分、かわいい自分、素敵な自分でありたいっていう風な気持ちが高い。あなたの好きだっていう気持ちをちょっとじらしてみようかなって思ったりとか、こうあなたの甘い味を知ってしまうとかね、そういうお相手の気持ちがさらに揺れ動いてしまうんですよね。あなたが去っていってしまうことで結構考えはしますね。なんで去っていってしまったのかっていうのは本当は分かってるんですよ、お相手は。なので原因が自分にあるっていうのが分かっているんですが、それでもちょっと気持ちがね、やっぱりね、揺れやすい、もともとだから揺れるんですよね。気持ちがちょっと不安になっちゃったりとか、あなたのこのね、甘い関係っていうのを楽しんでいたから、もうあなたのこと味わえない、甘い味がもう自分のところにはない。なんかそれでとても不安な気持ちになってしまいやすいんですね。ただここでペンタクルスのクイーンって間違った、ペンタクルスの9が入っているので、なんか気持ちが揺れるんだけど、どう表現したらいいかわからないけど、あなたが諦めて去っていってしまったら、お相手なんかね、揺れ動くんだけど、じゃあ他の人へ行くのかって言ったら、他の恋愛をするわけではないんだけど、なんだろうな、なんか自分の中に閉じこもってしまう、もともとそういう人なんでしょうね。自分のこう、なんていうのかな、気持ちの中に抱えていたものが結構表に出てきてしまうから、なんかこう揺れる気持ちを隠すかのように振る舞ってはいるんだけど、隠しきれていないような動揺だったりとか不安とか、その不安定な気持ちが結構前面に出てきてしまう。取り繕ろうとしてもなかなかね、ごまかせなかったりとかするような感じなんだけど、それはでもこう、なんていうのかな、もともとも自分の持っている気持ちとか、こう抱えていたトラウマとかが表に出てきたことであって、こうあなたを失ったことによる不安も確かに半分はあるけど、ここね、ちょっとね、説明が難しいですね。
失ったことで初めてなんかこう自分の置かれてる状況に気づくとか、なんかこう自分恵まれていた愛されていたんだなとか好かれていたんだなっていうことに気づくんだけどね、なんかね、どっちかって言ったら破滅的な感じなんですよね。気づいたからじゃあ後悔しているとか、悲しんでいるとか、あなたを追いかけたいと思っているかって言ったらちょっと違うんですよね。どっちかっていうと、そのショックからまだ抜け出せないでいるとか、自分の世界に閉じこもっているような感じもする。でも力のカードが出てきている。抱きしめて欲しかった、抱きしめたかったとかね、すごく優しいカードが入ってきてる。一瞬我を忘れてるのかなって思ったんですよね。ペンタクルスの9は、安定とかを表すカードなんだけど、ちょっとなんかちょっと手袋外してね、鳥が飛んでっちゃってとか、あなたが飛んでっちゃったのにブドウ触ってみたいな感じだから、なんかちょっとね変な行動してる感じがしたんですけど、でも本当の本当って抱きしめてほしかったっていうのが入っていますね。ちょっとね駆け引きとかしたことに対してなんか後悔していたりとか、あなたに対してこういうああいう態度してしまったなっていう風にちょっとね後悔したりとかね思っちゃって、あなたは今一体どうしてるんだろうって思っているけど、でもそんなねあなたのことを心配してるとかショックだっていうのを周りに隠すんですね。言わない。だけどやってることちょっとおかしいことやってるから、どうなの、自分のやってきたことどうなのみたいな、恋愛って楽しいだけじゃなくて、やっぱり2人の絆とか気持ちが合致していないと先がどんどんね転がっていくだけだからっていうことにやっと気づいたっていう感じもしますね。本当は自分のねこのねトラウマをねあなたに抱きしめてもらっていたんだとか、もっとね抱きしめてほしかったんだとか、優しく抱きしめてもらっているこの時間とても好きだったんだってことをねお相手が言ってるんじゃないかなっていう感じはしますね。ではこのあなたのこの出会いがありそうなんですね。豊かになる出会いがありそうです。でまずねお相手の気持ちは見たんですが、この新しく出会うお相手の特徴を見ていきましょう。新しく出会うお相手の特徴と、あとこの方と出会うとどういう風にあなたが変わっていくのかとか、そういうのも見ていこうと思います。ちなみにこのカードは全て聖地です。まず1枚出てきているのがカップの6、そうですね。そしてソードのクイーン、そしてこれが助教皇、同じカード出てきてますね。ただやっぱりね新しい出会いとして見ているので、そうですね、複数出会いはありそうな感じがします。一人だけではない、何人かと出会うと思いますね。でまず1人目は、ソードのクイーンですね。すごくね仕事頑張ってますっていう感じのカードがあるので、例えばねコーヒーがあるからコーヒーが好きとか、物を書いたり文章を書いたりするのが得意、編集している作業とかね、パソコンもあるのでこのようなデスクワークをされている方なのかもしれないし、あとなんかアクセサリーつけてますよね。なんでこういうアクセサリーを結構ねつけていたりとか、小物を使っていたりとか、おしゃれな方ですよね。スタイリッシュでおしゃれな方で、あとこちらは、頭が良さそう、なんかね知的聡明って書いてるので、知的で賢くて、あと物事の確信をつく洞察力があるとかね、そういう何か自分で何かを確立させているような方との出会いがあるとか、あとは
ここにもありますよね。ちょっとお相手とね似たような人がやっぱり入ってくるんですが、でもイメージ的には神秘的な人、あなたの好みの人っていう感じなのかな。あなたがもともとこういう方が好みなのかもしれない。なんかこうね、不思議な感覚、この人といると何か知らないけど不思議な感覚になるとか、なんか理由がわからないけど落ち着くとか惹かれるとか、そういう方なのかもしれないですよね。こういう方とも出会えます。真面目な方っていうのもありますよね。同じく冷静で物事を判断する力がある。だからちょっと似てるんですよね、お相手とここが。もしかしたらこの出会った人とも自分またね、この人すごく惹かれるけど、なんか高嶺の花みたいな感じで気安く話しかけられないようなオーラを放っているとか、人気者だったりとか、そういう人、憧れ的な対象を好きになってしまうとか、好きになった人がみんなからの憧れの的だったりとかする可能性もあります。どこか神秘的なオーラを放っているっていう、いろいろ出会いもあります、ね。ただやっぱりこうね、昔のことを懐かしんでいるあなたもいるんですよね。やっぱりこう前の、お相手の方が良かったのかなっていう風に、お相手をなかなか忘れられないようなこともあるんじゃないかなって思うんですね。でこれちょっとね、この古い関係の復活っていう風にワードとして入っているので、ただ昔を懐かしむだけじゃなくて、もしかしたらお相手とやっぱりね、いろんな出会いがあったけど、やっぱりお相手がいいっていう風にあなたが流れていく、気持ちがね流れていくのかもしれないっていうことがカードから伝わってきています。で今諦めなかった場合と諦めた場合がどうなるのかっていう、それぞれをカードを展開していきました。ただこれからの選択、どっちを選ぶのかとか、どういう風にしていくのかっていうのはあなた様次第っていうことになっていきますので、そこはあなた様がどういう風に受け止めて、どういう風に進んでいこうかっていうのを時間をかけてでも決めていってみてください。では最後にあなた様へのメッセージ、アドバイスをもらっていきましょう。もし今の恋を手放すとしたら、まずはゆっくりと休んで心身をまずね休めさせて、で振り返りをやってみてください。であなたから求めなくても自然と出会いがやってきます。はい、見ていきましょう。この、カードはこのねルノルマンカードオリジナルのカードですね。これは、36番最後終わりの、クロスのカードの次に2枚あるんですが、こういう、女性のマークのカードと男性のカードのマークのねカードと2枚あるんですね、オリジナルのカードで。これは、今ご覧いただいているあなた様の性別関係なく、これはね慈悲とか思いやりとか、そういうものを表しています。いかにいろんなものを受け止めてそして、ね、新しい形として生み出していくのか、そして周りへの思いやりだったりとか慈悲深い心というものがこのメッセージとして入っているのと、あとはこのシンフォニー、たくさんねつながっていますね。それぞれから音が発せられているんですが、つながっている一つの楽器でみんながハーモニーを奏でている。なのでその中にあなたもいるんですよってことを言っていますね。教えてくれています。あなた一人ではない、そしてお相手一人でもない、
人間誰でも一人ぼっちではなくて、必ず誰かと誰かのつながりからできている。そしてそのね、あなたとつながっていく人、あなたがこれから、どのような道を選ぶかにもよって変わってきますが、今の好きなお相手なのか、それとも新しく出会っていくお相手なのか、その方との奏でるハーモニーというものがあります。それを、いかにあなたが調和をとって盛大で、壮大で華やかでとか、あなたの思い描くようなハーモニーを奏でていけるのか、これがあなたのこの思いやりの心だったりとか、いろんな状況を受け止めて、そしてあなた自身が新しくその受け入れた思いを違う形とか新しい形に生み出していくのか、このエネルギー、このパワーによってこちらのハーモニーも変わってくるんじゃないかなってことを教えてくれています。なんかね、あとこれ楽器ですよね。奏でるものなので、楽器じゃなくて音楽でもいいですし、あなた自身が音楽を聴く、そして気分転換をするっていうのもあり、そしてその音を変換するようなもので連想させられるようなものを取り入れてみるのもありだと思います。あとはこれは私のオリジナルのカードですが、実はこの絵を描くときにテーマを決めて実は絵を描いていまして、ここに実は意味が書いてあるんですね、もともと。でこの意味を私が今見ると、実らせるために育てるというテーマをもう本当にあらかじめ書いてあって、あなたが実らせるために何を育てていくのかっていうのがテーマとしても入ってくるかなっていうふうに思います。そう、あなた自身の感受性だったりとか、それをもっとね高めてくれるための音楽という手段を使っていくのかっていう見方ももちろんできますし、誰かとの会話とかやり取りをしていく中でうまくつながってお互いがいい波長を奏でていけるような関係性をあなた自身が生み出していく、それができるような相手をあなたがこれから出会っていくのか、今のお相手と奏でていくのかっていうのももちろんあなたに選択肢があります。そして実らせるためにあなた自身が心を育てていかなければいけないのかもしれません。これもね、心っていうところを言っていますね。自分の心を受け入れて生み出していく力とかね、心をどのようにどれだけね受け止められるような心のスペースを空けておくのかとか、自分の心をもっとね心のお部屋を広くしておけば、その分入ってこれるものも多くなるので、自分の心をどれだけ広くできるのか、育てていけるのかっていうのもアドバイスとしてあります。ただ一つ言えるのは、無理はしないでねってことを言ってるんですよね。どの選択を取ったりとか、どんなやり方をしたとしても、あなたの無理、多少無理しても頑張ろうっていうふうに思わないでくださいねって。ちょっときついな、厳しいなっていうふうに思ったら、いつだっていつでも休んでも大丈夫、どれぐらい休んでも大丈夫、あなたの気の済むままに休んでくださいっていうのが入っています。あとはやっぱりね、不規則な生活をされているとか、寝不足が続いているとか、例えばね、週末寝不足続いていてとか、そのまま仕事が始まってて、そういう1週間のリズムができている人もいるかもしれません。なのでそういう方はまず自分の生活リズムを整えていくような、見直しをしていく必要があるかもしれませんね。なるべくリラックスしていけるような関係性を目指していってみてください。どんな相手とだったら自分が、気持ちのよく心地よいハーモニーを奏でていけるのかとか、そういうのも意識されてもいいかもしれません。以上、こちらが2番をお選びいただいた方のリーディングとなります。これからもいろんなリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録ぜひお待ちしております。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いできるのを楽しみにしています。それではこちら3番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、今の恋を諦めたらどうなっていくのか、また新しい出会いはあるのか、
2つの恋の行方について見ていこうと思います。まずはあなた様の現状とお相手の現状を見ていきます。こちらのタロットカードは正位置で採用していきます。まずはあなた様の現状が、出ているんですが、ごめんなさい。これ2枚あなた様の現状としてもらっていきます。そしてお相手の現状も見ていきましょう。はい、お相手の現状です。ではめくっていきます。まずあなた様の現状が太陽、そしてマジシャン、大アルカナですね。どちらもすごく強い。そしてお相手がカップの3。なんか仲良しって感じしますね。いいんじゃないですか、とても。なんかね、でもこれカップね、中にね、何かこうブドウ酒のような赤い飲み物が入っていて、なんかね、飲み会シーズンっていう感じがしますね、お相手。お友達と仲良く騒いで楽しんでいるとか、今なんかね、飲み会中心で回っているとか、もちろんね、これは恋愛に対する喜びもあるんですよね。なので、あなた様も結構太陽でしょ、でマジシャンがあるので、すごく嬉しいことがあって喜んでいるし、自分からこれから始めていこう、何でもやっていけるよっていうやる気に満ち溢れているんですよね。行動に移すっていうカードと、そのね、嬉しい、やったーっていうねやつがあるので、もう組み合わせるともうやる気満々ですよっていう感じがするんですね。今の現状です。そしてお相手の方もとても明るいカードが入っているので、2人の間柄で見ていても、今これからね始めていこうとか、そういう気持ちがすごくあるのかなっていう感じがします。お相手はみんなで一緒に楽しく遊ぶのも好き、そしてあなたといる時間も好きっていうのも入ってますね。なんかね、お酒飲むのが好きなのかな、このお相手。ぶどう酒いっぱい持ってますもんね。みんなでワイワイやるのが好きっていう感じもします。で、あなたもその輪の中に入っていく気満々ですよね。だし、グループ付き合いがあるのかな、お二人の関係性の中には。同じ共通のグループがいるとか、そういうのもあるかもしれませんね。ただ今のこの恋愛について、あなたは諦める気は毛頭ないですよっていう感じが入ってきます。なんかね、諦めるっていうよりは、どうやって、このお相手の中に入っていこうかなとか、お相手と2人きりになるためにどうしたらいいかなとか、あれこれ考えていてとか、作戦練っているとか、めちゃくちゃもうお相手といるとすごく嬉しいから、楽しいから、もうこの気持ちのままいたいなっていう気持ちもすごい入ってますね。では今こういう現状がありますが、今この恋を続けていった場合は、お相手とどのような関係が変わっていくのかとか、どんな関係の流れになっていくのかっていうのと、お相手の気持ちがどんな風に変わっていくのかっていうのを見ていきましょう。まず関係性の流れについてはこちらのカードからもらっていきますが、こちらは、制約を取って見ていきます。ちょっと待ってあなたとお相手の関係性の流れなんですね。いやでもね太陽が飛び出してきましたね。顔を出してきました。もう我これ言わんとばかりに言ってきてますね。太陽ね、そしてこれ制約取って見ていくので、そう、この太陽もねちゃんと正位置で飛び出したのですごいですね。で、あとはお相手の気持ちの様子なんですが、これは正位置で見ていきます。なんかね、お相手なんだろうな、みんなでいるのが楽しいっていう現状も強いかな。でもただね、お祝いとかそういうあなたといても楽しいっていうのも言ってるから、あなたといる時間も楽しいし、みんなで遊ぶ時間も好きっていう感じもするんですよね。まずここで1枚
飛び出してきてるカードと、これをもらっていきます。ではめくっていきましょう。まず太陽、そしてカップのキングの正位置、そして、ワンドの9の逆位置で、お相手の気持ちの変化は、ソードの5と、これは全部正位置でもらっていくので、カップの10いいですね。そしてペンタクルスの8が入っています。今まですごく勢いがあって波に乗ってきたんですが、この先もねすごくうまくいくんですよ。うまくいく、なんでと思ったんだ。太陽が2つ出てきてるから、とてもねこのお相手と自分の相性がすごくいいんじゃないかなとか、この今後の展開がすごく期待できるとか、ワクワクするとかね、2人の関係にいい展開が訪れそうとか、そういう期待ももちろんあるし、実際そうなっていく、前向きにどんどんとね未来が変わっていく。そしてカップのキングもあるので、こう包み込んでくれるような愛情にあなたがね包み込まれる、お相手にね包み込んでもらえるとか、お互いがお互い包み込めるような穏やかな関係、明るくもあり穏やかでもあり、そういう平和的な関係にもなっていく。ただ1枚だけここワンドの9逆位置で出ているので、あなたがすごくこんなに順調でいいのかなとか、逆に不安になってしまったりとか、何か臆病になってしまっているところが出てきているんですよね。1枚ちょっと不安そうに見つめているあなたの姿が見えます。何に対して例えば怯えていたりとか、気がかりなことがあるのかなっていう、ちょっとねここ少しねこの感じますね。例えば何か迷いが出ているとか、なんかうまくいきすぎて本当に大丈夫かなっていう風に感じてるような気もします。ここ少し気になりますね。で、お相手の方を見ていきましょう。お相手の気持ちの変化を見ていきますが、やっぱりここね、あなたとの気持ちが通じ合って、こう虹がかかって夜になっても光り輝いている。いつまでもずっとこうやってね調和が取れて、こうね2人の間の上にね2人の気持ちが重なってる、この気持ちがずっと照らされて輝いているような、昼でも夜でも輝いているような、この気持ち通じ合ってるよ、仲良しだよっていうカード、やっぱりここもね複数人出てくるんですよね。なので仲間のことを言ってるかもしれないし、ただこれねご家族を表すようなカードでもあるんですよね。アットホームな感じのカードでもあるので、もしかしたらお互いの、ご両親だったりとか、お互いの将来未来のことも考えているのかもしれない。そういうふうに考えていくようになるかもしれないですね。で、そのために一生懸命仕事頑張んなきゃいけないんじゃないかなって、自分が今やるべきことが見えてきて、それを一生懸命頑張るっていう感じもするんですね。そして恋愛に対してもコツコツと同じ思いをあなたに届けてくれそうとか、ね、毎日まめにね連絡くれるとか、いい意味で、とてもねポジティブに捉えていいんじゃないかなと思います。お相手の気持ちがどんどんと前向きに、そして真面目っていうのが入ってきますね。この人ね、飲んで楽しんでだけじゃないんだっていうね、ちゃんと真面目に考えてるよって、真面目にあなたのこと思ってますよ、先のことも考えてるよっていう、ことを言ってますね。2人でやっていきたい、もしくは2人でお付き合いしてこの先も続いていくんだけど自分たちの周りはっていうのも大事にしたいっていうのも言ってるかもしれない。でもう一個ソードの5が出てきているので、もしかしたらお相手がね、これどういう意味かなっていう感じがするんですよね。例えばあなたとの恋愛を進めるんだったら、もしねあなたがもし人気者で他にあなたのことを狙ってる人がいるんだったら、その人たちからあなたをねあなたと付き合うってことは、その人たちをさよならってするわけじゃないですか。だからそのことに対してね、あなたと付き合えたんだっていう風に言ってるのかもしれないし、ここ少しね深掘りしようかなって思ってます。
まずあなたのその不安に思っているところをまず見ていきましょう。それはこの聖一のね、このタロットカードからもらっていくんですが、ちょっとたくさん落ちたので一回しまいますね。あなた様がすごく順調なんですよ。順調なんだけど少し気になるところあるんだよねってことを言ってる。もしくは自分が、気持ちがね流れについていけないのかな。例えばなんだろうな、このすごくいい運気がやってきてチャンスがいっぱいあるのに、どこか尻込みしてしまったりするような気持ちになるとかね。ここから1枚もらっていきましょう。これがソードの2ですね。なのでやっぱりなんだろうな、お仕事だったりとか自分の生活だったりとかすごく順調、太陽があってお相手との恋愛がすごく順調なんですよ。だけど順調な分例えばお仕事と恋愛のバランスがうまくとっていくのが難しくなってくるとか、お相手に生活を合わせていくためには何かを犠牲にしなければいけない。自分の中の例えば時間を割いたりとかねしないといけないとか、仕事の休みの調整をつけるとか、休み合わせるとかね、何か調整が必要になってきたりとかっていうところで、少しねあなた自身がそれに対してやっていけるかなって思うところが出てくるのかもしれないですね。明るいんだけどそれだけじゃないっていうところをあなたが言ってる。それに対してでもペンタクルの9が出ているので、あなたがねそうやってね少し考え込んでしまったりとか、大丈夫かなってちょっと不安になってしまったりとか、やっぱり頭に包帯巻いてたり布で目を隠したりとかしていて、少し不安だなとか頭抱えてるなとか悩ましいなとか思ってる不安ですよね。不安とかね、そういうことがあったとしても大丈夫ですよってことを言ってますね。ちゃんとねお相手と話してみてください。もし不安だったらねって言ってますね。で、あなたはお相手がすごく頑張ってるから、この頑張りをお相手があなたに届けてくれるよってことを言ってるんですよね。気持ちだけじゃない、ちゃんとお金とか物質的な面でもあなたのことを豊かにして守っていくためにお相手頑張っていて、あなたはそれを受け取るんだよってことを言っています。で、受け取るときに、心配なことがあるんだとか不安だとかそういうことを言う必要はないと思います。あなたの不安をかき消してくれるぐらいの、本当に心も体も全て物質面でも満たしてくれるようなことをお相手が提供してくれると思います。なのでそれを素直に受け取ってもいいんじゃないかなっていうふうに感じますね。ではこのお相手の相談の後、お相手に勝ち取ったぞってことを言ってるんですよね。この勝ち取ったぞっていうのは何を言ってるんだろうかなっていうのをちょっと考えてみてようと思います。もしかしたらあなたとの関係をみんなに自慢したいのかなっていうのもある。でもね、ワンドのナイトが出てきてるんですね。ワンドのナイトがちょっとね横向きではあるんですが、ワンドのナイトが出てきてるのと、あともう1枚もらいましょうか。でもワンドのナイトってそっか、制約関係ないから正1ってことか。でもう1枚がペンタクルの10出てきてますね。家族のカードですよ。だからやっぱりこの気持ちをね、気持ちだけじゃなくて物質的な面でももちろん反映させていきたい。例えば、目に見えるものだから、気持ちから生まれていくものありますよね。お子さんだったりとか家族付き合いだったりとかお家を建てるとか、そういう具体的な目標がお相手に出てくるってことです。気持ちが通じることで具体的な目標が出てくる。そのために一生懸命頑張る。じゃあ頑張った後どうなるのって言ったら、やっぱり勝ち取ったよってことをお相手自慢したいんでしょうね、きっとね、周りの人に。そしてワンドのナイトが出てきている。
これからね、新しいことをね、挑戦していこう。本当に未知の世界っていう感じがしますね。で、あなたのところにも実はそれが出てるんですよね。0から1を生み出すマジシャンが出ていて、で、お相手のところにも、新しいところへ挑戦していく、すごくやる気あるよっていうカードが出ているんですよね。すごくやる気ありすぎて、逆にあなたが困っているのかもしれない。困ってるっていうか、びっくりしてるのかもしれないですね、あなたが。お相手が勇ましすぎて、もう頼もしすぎて、すごい強いんですよ。ラプンツェルの馬、なんだっけ名前、なんだっけ、ラプンツェルに出てくるリンゴいっぱい食べる馬、待って、出かかってきて出てこない、なんとか後で調べときます。その馬みたいな感じで自分の意思を持っていて、で本当にやる気なんですよ。捕まえるためにラプンツェルのお話でも友人を捕まえるためにすごくなんか鼻利かせて探しまくる馬みたいな感じですごいやる気に満ち溢れているから、あなたの方がね、逆にお相手をね支えていけるかなとか、大丈夫かな、こんなになんかやる気いっぱいあって大丈夫かなとか、そういう風に多少ねちょっとだけびっくりするところがあるから、そういう意味でこのお相手のすごくね頑張ってやるんだぞっていうこの勢いに少し押されるようなところもあるのかもしれないっていうことも言ってますね。だけどちゃんと結果を残してやってきてくれるから、あなたはちゃんと愛されるし、もうなんて言うんだろう、全てにおいて満たされるような気持ちになると思います。与えてもらってる。そしてそれだけじゃなくて、あなたがいるからお相手が頑張れるってことをお相手が言ってるんですよね。なんかね、そうですね、楽しい時間も過ごしつつすごい頑張るからってことを言ってるんですよね。すごいですねっていう風な、お二人の流れを見てきたんですが、もしね諦めようってもし今思っているのであればというか、そのようなテーマで今やっていますので、この恋を諦めた場合、このお相手を諦めた場合は、あなた様に新しい出会いがあるのかどうかっていう展開を見ていきましょう。こちらもこの制約関係するカードから見ていきます。諦めた後出会いありますかっていう感じで見ていきます。もしね、このお相手との出会い、これ正位置でもらって、この位置でもらっていきましょうか。お相手のこの恋愛、片思い、両思いだとしても、今の恋を諦めたらどうなっていくのか。そして諦めた後のこの出会いの流れとお相手の気持ちの変化見ていきましょう。もしあなたがお相手の元から去っていったなら、お相手ってどういうお気持ちになるのかとか、どんな風に変わっていくのかっていうのを見ていきましょう。ちょっと待って、2枚出たのでこれ2枚ねもらっていくのと、あとはこれでもらっていきましょう。まず出会いで見ていくんですが、悪魔の逆位置とカップのクイーンの逆位置、そしてペンタクルスのキングがある。そして、お相手の気持ちの変化としては、でもこれね、あれですよ、正位置で見ていくので、スターとペンタクルスの5とペンタクルスの2ねがあるので、ただあなたのこの出会い運で見ていくと、なかなかこう出会い、なんていうんだろうな、理想的な出会いとか、じゃあ新しく出会った人といい恋愛できるのかなっていうと、なかなかちょっとあなたの理想とは少しかけ離れている、期待とはかけ離れたような感じになっていくかもしれない。ただ出会いはあります。出会いはあるんだけど、その人とじゃあうまくやっていけるのかどうかっていうと、少し疑問が残るかなっていう感じがしますね。やっぱりどこか執着してしまったりとか、そうですね。あとお相手の気持ちが見えないような
ね、出会った相手ね、新しい相手との気持ちが見えないような恋愛になってしまったりとか、やっぱりこう寂しいなっていう風に感じてしまいやすくなるんですね。ただそのお相手がかなりね、ただ、出会いはでも確実にあるっていう感じだけど、もしかしたらお相手がなかなかあなたのお話を聞いてくれないとか、それ聞いてもらえるような時間が取れないぐらい忙しい方なのかもしれないしっていうところはありますね。なんかしっかりした人と出会えるんだけどその方とじゃあうまくいくのかっていうと、出会いがあるのとうまくいくのとはちょっと違うかなっていう感じがします。でもね、出会いがあるとは思うので、その出会う方の特徴をもらっていきましょう。これは正位置でもらっていきます。どうかな、出会いはありそうだし、なんかこうなんだろうな、しっかりしたような人ではあるとは思うんですが、うまく噛み合わないのかなっていう感じがします。はい、出会いの特徴をもらっていきましょう。ペンタクルスのクイーン、そして、ワンドのエース、そして、ワンドの4が入っています。やっぱりこう堅実な人っていうのがありますよね。例えばこうやってこうしっかりしたお家とガーデニングされているとかもあるので、あなたと出会った後にしっかりとした建物とかお家とかを準備してくれる、建ててくれるとか、そういう風なお相手、経済力のあるようなお相手かもしれませんね。で、心は優しい人、真面目な人っていうのもあります。ただその出会う人の特徴と出会った後その人との恋愛がうまくいくかどうかっていうのはやっぱりちょっと違うのかなっていう感じがカードから読み取れますね。この方なんか声が大きい人っていう感じがしますね。声が大きい人っていうのもあるし、みんなを取りまとめるような人っていうのもあります。だから、リーダー的存在、グループの中のリーダー的存在とか、会社を経営されているとか、みんなを引っ張っていくような人っていう感じがあります。うまくみんなを取りまとめているんだけど、新しい出会いはあるんだけど、でもなかなかこう出会った後になんか2人の気持ちが通じ合えなさそうな可能性が高かったりとか、お話を聞いてほしい時にお相手が忙しいとかねっていうのもあるし、だから不安になってしまいやすくなって、でね、余計に考え込んでしまって不安とか嫉妬に駆られたりとかっていうような関係性にもなりやすい。だからそういう状態をなんとかしようって思っても、もしかしたらお相手が自分のお仕事かな、何か忙しかったりとかしてそこまでお話し合いが持てなかったりとかねするような、2人のタイミングの問題ですね。これはお相手は悪い人ではないんですよね。悪い人ではない。すごく家庭的だったりとか、こうなんかね、活発だったりとかエネルギッシュ、活力がある方なんですよね。だから会社を経営するような力を持ってたりとかもするんだけど、2人のあれかな、時期的なタイミングなのかな。これはこの新しい出会いの流れとしてはやっぱりこう寂しさを感じやすくなるような、関係になりやすいかもしれない、次に出会う人とは。ではお相手の気持ちの変化を見ていくんだけど、これすごく分かりやすく出ているんですよね。もうね、あなたがいなくなったらとても困る、こんなに寒い思いして苦しくてお腹空いてお金もない、こんなに一生懸命頑張ろうってね、しっかり頑張ろうと思って情熱注いできたんだけど、君がいなくなってしまったら
この君っていう希望がいなくなってしまったら何のバランスも取れないし、今まで頑張ってきたことって何みたいなことを思ってしまうし、何って思う暇もないほど涙が出てくる。悲しい。何のために頑張ってきたんだろう、何のために調整つけてきたんだろうとか、自分の希望がいなくなっちゃったっていうのをね言ってますね。とにかくねこうね寒い思いをする。こんなに笑っていたのにいなくなるとこんなに違うんだよってことをすごく強く言っていますっていう風な流れで、今の恋諦めたらどうなるのか、もしくは諦めなかった場合はどうなっていくのかとか、どんな人と出会っていくのかっていうのを見ていきました。で最後にアドバイスをもらっていきましょう。で今この2つの道の流れを見ていったんですが、でも今のお話を聞いて諦める諦めないというふうな最終的な結果とか自分自身の、考えをまとめるための一つの、情報だとして、そして決めるのはあなた次第ってところです。本当に決めるのはあなた次第ってところが入ってきています。めくれたのが、16番、星のカードですよね。このね星、あなたが希望なんだよってことをねめっちゃ強く言いたいのかなっていう気もするんですが、でもね諦めるってことも一つの選択肢ですので、私がどちらをおすすめしますっていうことは今回このリーディングでは、コメントは控えさせていただこうかなと思っています。多分何かしらの思いを抱えてこの今リーディングをご覧いただいている方も多いと思います。なんか諦めた方がいいのかなって思っている方もいて、今このリーディングにたどり着いたって方もいらっしゃると思いますので、最終的な判断っていうのは、ご自身の中にあるってことは心に留めておいてください。はい、こちらからもらっていきます。まずこれね飛び出してきたスターのカードがある。あらららららら、そしてこのカードも出ていますね。ハートと鍵があってね、2人でハートを作っている。これなんかもうね、なんか2人で一緒に約束してやっていこうねってことをすごく強く言ってると思います。すごく心の通じ合えるような恋を今してるんじゃないかな、感じてるんじゃないかな。いやでも決めるのはあなた様自身なので、あなた様が理想の恋愛求めているものってなんかこれ確実に世界の地図が自分たちの手の中にあって描かれていて、上にねハートがあって、ハートから光が上にね伸びていて、手の下にはハートが作られている手の下には鍵がある。これがあなたの理想の恋愛像だったりとか、自分たちの生き方、お相手とあなたの生き方なのかもしれません。あなたの求めているもの、あなたの希望となっているもの、あなたの望んでいるものがこういう形なのかもしれない。自分たちで作り上げていきたいこの世界を、そしていつも私たちは心をオープンにできるような鍵をお互い持っています。共有して持っています。一つの鍵を。そしてこの鍵を開けると私たちはいつでもオープンになれるんですっていうね。そして他の誰にも邪魔できないように2人のハートの手のね形のハートの中にこの鍵はいつでも守られているんですよっていうことも言っていると思います。とても壮大ですよね。宇宙の中に2人の手がハートの形をして現れている。そして地球の中の、地理、土地っていう海とかそういうものが描かれている。まるで魔法っていうか宇宙からやってきたメッセージかのように伝えてくれています。あなたが求めていること、バランスの取れた愛だったりとか、通じ合えるようなお互いの関係性だったりとか、自分の理想の形に向かって今進んでいくことができる。そして掴み取っていくこともできるし、まず何よりも感じてくださいってことをすごく言っています。
自分の求めるもの、追い求める形になるためにどうしていったらいいのか、何をどう選んでいったらいいのかっていうのは全てあなたに関わってはいるんですね。あなた次第ではあるんですが、もうすでにそれを見つけていらっしゃる方が多いんじゃないかな、感じて受け止めている方が多いんじゃないかなっていうふうに思います。お互いが尊敬し合えるような存在だったりとか、あとなんかこう神秘的なものとか、なんかねこう運命的なものとか、そういうものとかに、そういうつながりとか縁とかっていうのをもうすでに感じてる方もいるんじゃないかな。こう輪廻転生かのように巡り巡ってやってきたものをあなたが今掴み取っていくところにいるんじゃないかなっていうふうに思うのと、あとこれは、私がこの前手作りで作ったカードですが、こちら実は、絵を描くときにテーマを決めて実は絵を描いています。このテーマっていうのが実はこの裏に書いてあって、これね、奇跡が起こるっていう風に私が決めて、これテーマを自分の中でイメージさせて描いたカードなんですね。これあなたに奇跡が起こる、だからそれを今待っていてくださいねっていう気持ちを込めて書いたカードなんですね。奇跡がやってくるから、その奇跡を受け取るためにあなたは今ここにいるし、このリーディングを選んだんだって、この番号を選んだんだ、このカードを選んだんだっていう気持ちで書きました。これが全てで、これ以上言うことないぐらいのメッセージを込めて書きました。なのでこれをそれぞれの皆様のお心に留めていただけたらいいなっていうふうに思います。はい、何か不思議な力とか奇跡っていうものが感じられるような、このタイミングが今やってきてるんじゃないかなっていうふうに思います。ただどんな道を選ぶにしろ、選ぶのはあなた様次第ということになります。そして進めていくのもあなた様次第です。今この恋を諦めたらどうなっていくのか、新しい出会いはあるのかという2つの行方について見ていきました。ぜひ参考にしてください。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。そして最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いできるのを楽しみにしています。